ネギは青い部分だけでなく根っこも食べる。じゃがいもは皮ごと食べる。戦時中のレシピをたどる。今日は昭和13年5月号のレシピから、ゴミの出ない無駄なし料理、じゃがいもの木の葉焼きである。さあ、そのお味はいかに。詳しい材料は概要欄をご覧いただきたい。ではこしらえよう。葉っぱの根元の硬い部分、ここもよく洗いみじん切りにする。レシピを見てみるとこう書いてある。素材には廃物、つまり捨てるところはないはずである。よく素材の廃物をいかに利用するかという話になるが、料理をするにあたって廃物を出すこと自体がすでに間違いである。なんだかレシピに怒られている気分になる。ネギの根っこはこれまでに使ったことがない。ちょっとばかり抵抗感。しかしレシピに従おう。昨今 SDGs を意識している人は根っこも捨てずに食べるのがいいかもしれない。次はメインのじゃがいもだ。ピーラーを手に取ったが皮は剥かない。ひたすら芽だけ取っていく。レシピにはこんな風に書いてある。皮を剥いたり茹でたりすることは栄養面から言っても現代文化と逆行する料理法であり、そのような誤った考え方を家庭の台所から駆逐したい。そこまで言う。というわけでじゃがいもは茹でずに蒸す。できるだけバラバラに置くことで火の通りを均一にする。蒸し上がったじゃがいもの皮に細かく切れ目を入れる。こうすることで皮の食感が気にならなくなるという。ここで今日一番のミスである。すり鉢でなくボウルを使った。じゃがいもくらいすぐ潰せると思ったが、どうやら蒸すと表面にでんぷん質がまとわりついてぬるぬると滑りやすくなるようだ。でんぷんがぬるぬる、じゃがいもがボウルの中でぬるぬる。潰しづらいぞ。すり鉢でつくようにして潰すのがおすすめだ。レシピには煮干しの粉を大さじ2と書かれている。家にあっただしのパックがカツオやイワシの粉末だったので、今回はこれの中身で代用する。レシピによるとしらす干しや桜エビで代用してもいいそうだ。強火で炒め、野菜の色が悪くならないように気をつける。ここで以前本で読んだかて飯を思い出した。昔米が貴重な地域では野菜などを混ぜ米を炊いたという。ご飯の量を疑似的に増やし栄養も補う。まさに体の糧になる飯だった。この料理もじゃがいもに歯ごたえのある大根の葉を混ぜ込むことで栄養と満腹感の得られる料理にしたかったのかもしれない。
この形が木の葉焼きと言われるゆえんだ。形が崩れてしまわぬよう葉っぱの表から揚げ焼きにする。じゃがいもの木の葉焼きの完成である。大根の葉のシャキシャキ感が残っていて楽しい。しかし何もつけずに食べると味が物足りない。レシピには何をかけるとも書かれていないが、なんとなくコロッケに似ていると思うのでソースを試す。こうして食べるとコロッケというよりお好み焼きっぽい。単体ならソースかマヨネーズが合う気がする。しかし3つを混ぜるのもオツである。よりお好み焼き感が増してうまい。今回は昭和13年5月号の雑誌に掲載されていたレシピである。この前月に10日完成規則が実施された。夜間の空襲を警戒し、一般家庭も電球に覆いをかぶせ、光が漏れないようにしていた。10日完成が解除されるのは7年後、太平洋戦争が終結する頃である。ごちそうさま。